1960年代ぐらいまでかな、毎年ね夏になると化け物の映画が出ることに、もう決まってたもんです。まあもっとね単純に考えてね、夏はお盆の季節だっていうことだと思います。お盆というのはどういうことかっていうと、あれは仏教の、儀式で、毎年夏にはお盆の季節には、家族の中の死んだ人の霊魂を自分の家に迎えて、そして何日かその家で死んだ人の霊魂と一緒に過ごして、そしてまたその霊魂にあの世に帰ってもらうと。それが映画にも受け継がれましてね、毎年夏になると幽霊の映画がね何本か作られたものです。そうするとそれは安定した商売になった。観客が見込まれた。新藤さんはそれを意図していたかどうかは分からないけども、そういう日本の映画界の持っていた一つの習慣にのっとっていたことは確かだと思いますね。そういうふうに分けていくと、新藤さんはどういう伝統を背負っているかというと、これは日本の農民の伝統を背負っていると思いますね。と言いますのはね、新藤さん自身豊かな農家の出なんだけれども、子供の頃に家が没落してね、それで、自分は都会に出て、働くようになった。今の日本にはそういう人はいっぱいいるわけですけどね、そして自分は都会に出て働くようになったけれども、どうもね都会的な文化にはあんまり馴染めない。で自分の生まれ育ったね、農民的な文化っていうものを非常に尊重している。これはね新藤さんが自分で語っているところによると、新藤さんが農民を描いた映画の代表作として「裸の島」というのがあるんですけども、農民というのを一番シンプルに描いた作品ですね。農民というのは非常に単純な労働を繰り返しやるんだと。そのことを普通の人は退屈だつまんない職業だと思うかもしれないけど、それをこう繰り返してやっているうちに何とも言えないその何て言いますかね、生きる基本的な力というものがそこにこう現れてくるんだというね、そういう考え方が新藤さんの作品にあって、それを一番純粋に表したのが「裸の島」という作品だけど、非常に着実な描写をします。あんまり飛躍した発想よりもね、非常に現実的な発想をする。新藤さんがこれらの作品に非常に共通するのはね、やっぱりセックスという問題です。一番単純な形で人間を捉えた時ね、もう一つ重要なのが性だと思ったっていうんですね。それでね、働くことと性と、この2つが新藤さんにとってはもうこれが根本だと。人間この2つが根本だというふうに新藤さんは思われたようで、それからね、農民的だっていうことの一つの表れとしてね、新藤さんは立派な侍を描きません。侍は敵です。農民の敵です。これはね繰り返し、新藤さんの作品に出てくるテーマでね、日本では侍っていうのはヒーローですから、もう立派な侍ばっかり出てくるんだけれども、新藤さんの作品では侍というのはまあろくでもないやつらだっていうふうに出てきますね。これはそういう点でも新藤さんは実はいろんなジャンルの映画を作ってるんだけれども、一貫して自分の立場というのを持ってますね。藪の中の黒猫はやっぱりね、基本的には農民の話です。ある村がで百姓をしている母親と娘がいて、これがその侍たちにそこが戦場になって侵されて殺されたと。この農民の侍に対する復讐を、彼女たちの可愛がっていた猫がやるということでね、日本人はもちろん神様っていうものを信じているし、仏様っていうものも信じているけれども、日本人の場合はアニミズムが強力でありましてね、アニミズムつまり天地自然何でもその生命があると。
川にも生命があるし山にも生命があるし、特に山の生命なんていうのは非常に尊重しますね。これはアニミズムの世界ではどこでもそうなんですけども、日本の場合はいろんな動物がそれぞれ、人間とね愛情やら憎しみやらで結ばれているという、こういう伝説はものすごく多いですね。農村には本当にお化けの話いっぱいあるんですよ。そのお化けというのはね、必ずしも人間の幽霊じゃなくてね、動物の化け物なんです。猫が化けるという話はね、一番陰惨です。陰惨っていうかな、なんていうかな、まあ猫っていうのはあんまり人間に愛嬌慣れ慣れしくしないでしょ。あんまりそのね人間にね、服従しない。人間がこうしろああしろって言ったからといってそれによって動くことはしない。じゃあね、人間と親しくなれないのかっていうと、実はね自分で勝手に振る舞っているようだけれども、飼い主に別に愛情なんか表現しないけれども、実は飼い主と深く心の中で結ばれているというのが、これが人間のこう幻想ですけどね、幻想ですけれども、幻想がね化け猫というものに結晶してるんですよ。何にもね別にね人間に可愛がられて嬉しいなんて表情したことないのに、だけれども自分の主人が悪い侍に殺されると何年経ってもその侍を殺すためにねうろついているというね、これが猫の好きな人にとってはたまらないんだな。そして、猫の話と、それからもう一つはね、黒澤明が作った「羅生門」という映画、あれはもともとはね中世の日本の今昔物語というね、物語集があるんですよ。小説みたいなもんですけどね、その中に出てくる話なんです。その猫の話と今昔物語に出てくる鬼の話、これをミックスして、独自に作り上げたものですね。進藤さんの扱い方は昔よくあった化け物に比べると表現主義というのはあれですよ、ちょっと前衛的なね、そして照明の効果などによって、非常にこうファンタスティックにこの人間でもね、人間をその普通の照明で撮らなくて意外な照明で撮ったりなんかしてね、ちょっと意表をつく映像的表現をするんだけれども、日本のよくある化け猫映画と進藤さんのが違うとすれば、やっぱりその照明の効果やなんかでね、それからまた人間の動きなんかもあれでしょ、スローモーションになったりね、非常にこう美しくファンタスティックに撮る。映画の中でねワイヤーを使って人間を宙づりにするっていうのは歌舞伎ではやるんですよ。歌舞伎ではやるから別にその全く独創的とは言えないんだけれどもね、しかしこの作品ではですね、猫や何かがこの非常に軽やかに飛び回るということを表現するのにワイヤー使ってますね。むしろ怪談物というよりは非常に美しいバレエ映画を見ているようなね、そういう撮り方をしてますね。音羽信子さんはね宝塚歌劇の出身でね、宝塚歌劇というのはね日本の映画にとっては非常に面白い役割を果たしたものです。宝塚少女歌劇っていうのはね、女だけのオペラをやるわけですよ。オペラやオペレッタをね女だけでやる。これが非常にやはり日本の独特の女性文化を作りましたね。出演者は全部女性だけでも、じゃあみんなおしとやかにしてるかというとそうじゃない。やっぱり朗々と歌って踊ったり、それから男の役も女がやるわけだから、男の役を女がやるってことが重要でね、つまりね女性から見て理想的な男性というのはこういうものだということを演じたわけです。そしてそれは決してあれです、うちの中でおしとやかにしてるばかりじゃない、本当の男らしさっていうのはこういう男らしさが女性から見て好ましいんだと。男たちが演ずる非常に野蛮な男らしさとは違うね、洗練された男らしさっていうものを自分たちは憧れている。それのお手本になるのはどうしてもヨーロッパやの映画やなんかですけどね。でもね、
女性が非常に活発に、自分を主張するという役を日本の演劇の中で最初に作り出したわけです。この音羽信子さんという人は最初大英という会社にスカウトされて入った時にね、まあそのハキハキしてはいるけれども、でもあんまり自分を主張しない、やっぱりおしとやかなそんな役を与えられていたんだけれどもね、それでその時に2人は愛し合ったんですね、新藤さんとね音羽信子さんはね。以後新藤さんの全作品に音羽さんは出演していましてね、実際問題として音羽さんなしには新藤さんの作品は成り立たないというような形になりましたね。その音羽さんの持っている強い面、女性的なんだけれども優しい面もあるんだけれども、男に負けていない強さもある、そういう面が新藤さんにとっては非常に重要だったんですね。新藤さんという人はね、本当にね自分の家族の中の女性たちを崇拝する人でね、もちろん母親を崇拝する人は男はいっぱいいますけどね、2人いらっしゃったお姉さんの2人をそれぞれにね本当に素晴らしい女性としてね、尊敬して、この人たちのおかげで自分は一人前になれたっていうね、賛美を込めて何本も映画を作ってる、そういうその女性の持っている強い面、これを新藤さんは黒猫でもやっぱりちゃんと表現していると思いますね。それからもう一人その娘を演じるという、主人公の妻だった女性を演じるのが太地喜和子ですけどね、太地喜和子さんは文学座というね劇団のね新劇の劇団の若手の女優さんだったんですよね。でこの人もね非常にハキハキした人でね、非常に強い自我を持っていてね、そして、決して男に負けていないっていう態度の非常にはっきりしていた人でね、そして非常に女性らしいなんていうかな美しさをね、もう持っていらっしゃったんで、この人も自分の思ってる強い面をね、黒猫の中で非常にはっきり出してますね。侍は実は源頼光という侍が昔いましてね、これは日本の侍という階級ができてまだ間もない頃、この侍を演じているのがあれですよ、佐藤圭。そしてその家来に、酒田の金時とかそのをはじめとして非常に強い立派な侍がいたという伝説がありましてね、そして伝説じゃない、これは確かにいたんだと思いますけどね、その酒田の金時という侍は子供の頃熊と相撲を取ったっていう伝説がありましてね、そして、彼らはなんで有名かというと、酒呑童子という鬼がいた、その鬼をね、征伐したということで有名なんですけどね、つまり日本の伝説の中では非常に、素敵な歌舞伎のヒーローたちのような非常に美しい、ヒーローたちなんですよ。ところが新藤さんの映画の中ではね非常に野非な下品な連中でね、これはもう新藤さんの独特の侍の描き方ですね。これをね吉右衛門、中村吉右衛門に演じさせた、これが素晴らしいです。中村吉右衛門にこの藪の銀時という侍を演じさせたっていうのがやはりこの作品の格を少し高くしています。というのは中村吉右衛門はまだ若い、あの頃はまだ若かったけれどもね、今では歌舞伎界の名優の一人ですけどね、非常にね歌舞伎のヒーローの力強さというものをね、あんまり大げさに演じなくてもちゃんと出せる若い俳優でね、非常に若いのに風格があるいい俳優ですよね。中村吉右衛門の場合はやはりねぐっと背筋を張って出てきて相手を見据える時のこのポーズなんかが
やっぱりね歌舞伎で長年鍛え上げてこないとね出ない、良さなんですよ。化け猫が現れてもね全然ねびっくりなんかしないなんかこうねさあ来たかって言ってね張ったとこを見せる、この視線のこの据え方なんかがこれが歌舞伎の芸の一番重要なところですね。こう見てこれは歌舞伎で決まるというんですけどね、そのポーズがパッとこう一つの姿勢が見事にこう落ち着く静止する、その静止した時に何もしなくてもねその時の彼の発するオーラによって相手をね圧倒するという、これが歌舞伎で一番重要な立ち役のね、重要なポイントですけどね、長年修養しないと身につかない芸ですからね。だけど非常に若い頃からそれを持ってましたね。ちょうどその西洋的な日本の伝統的な幽霊の物語から日本人がそんなものは古臭くてもういいやと思って西洋の悪魔の暴れる恐怖映画にね少し興味が移りかかる、その中間にあったのがあれですね、黒猫だと思いますね。